オーリーなんかいらねえやって思ったのね。別にオーリーに縛られる必要ねえだろって思った時があって、木自体を1枚のその木から削り出して、でこれをテールブレーキすると火花が散るっていうシステム。この駐車違反がすごいですね。スケボーを始めます、はいオーリーから、それは違うって僕は思う。それよりもスケボーを始めます、まず乗ってみよう、オーリーはできなくちゃいけないっていう人がもしいるんだったら、俺は全く正反対のことを言ってあげたい。オーリーなんかしなくていいって。どうも、よしです。この前アメリカの YouTuber ルイスと会った時に中野のにぎわいフェスっていうイベントに参加してきたんですよ。で、そこで司会をされてたのが森田貴弘さんっていう方で、その森田さんが中野でクルーザーの専門店をされてるみたいなんですよ。で、僕自身クルーザーの知識ってあんまりないので、ちょっとすごい楽しみなんですよね。なんかこうスケボーショップって聞いた時にイメージするスケボーショップではないので、南口から出て徒歩5分ぐらいのところにあるみたいなんで、かなり駅から近いです。クルーザーっていうのはまあ一つのスタイルの名前であって、僕は全部ひっくるめた上でスケートボードだと思ってて、それはロングボードもあればダウンヒルもあってスラロームもあってストリートもあって、僕今年で30年なんだよね、スケートボードのずっと身を置く生活っていうのが。今からちょうど10年ぐらい前ぐらいに海外行ってる時とかにオーリーに対して興味がなくなってきちゃったのね。みんなやるじゃん。世の中のストリートっていうかスケボーやってる人たちはみんなオーリーをするじゃん。俺は飽きやすいんだ、性格的に。もういいかみたいな。俺の自分で飛べるオーリーの距離だとか高さだとかっていうのにも限界があるし、それで若いスケーターたちもいっぱい出てくる中で、記録は常に塗り替えられるわけで、そうなった時にじゃあオーリーなんかいらねえやって思ったのね。別にオーリーに縛られる必要ねえだろって思った時があって、オーリーって瞬発的なエネルギーがかなり必要だから、その瞬発エネルギーはもったいないっていうか面倒くさいなっていうか、そこにいちいちこの段差登るだけにそのエネルギーをかけるの割り合わないと思ったんだよね。年も取ってきて体も相当怪我したし、なんとか省エネにできないかと思ったんです、そのスケートボードの楽しみを。で省エネにしようと思った時に一番初めにいらないと思ったものがオーリーだったんだよ。うちの仲間内たちみんなで一つの遊びとしてね、オーリーしたらアウトみたいな、オーリーダメだよって、オーリー使っちゃずるっていうかっていう遊びをみんなでしてて、
そしたらもうみんな本当にオーリーしなくなったの。まあ板が消耗する一番のきっかけっていうのはテールが擦れてってテールの方から板が割れてってまあノーズでもいいんだけどどっちかじゃない。でそうなった時になんか板を長く乗りたいなってすごい思って俺は最長で13ヶ月乗ったんだよね1枚の板で。それで13ヶ月乗って13ヶ月目にまたオーリーやったらこれもう無理だってテールが短くなりすぎちゃってもう飛べなかったんだよね。そしたらまあダメだと。で板を変えるってなったんだけどさっきも言ったように自分の中でオーリーをなくした時期でもあるからちょっと待ってよと。オーリーがないんだったらこの13ヶ月乗った板でもできるじゃないかと思って今度それをシェイプもう一回し直して今度クルーザーデッキとして乗り始めたんだ。これが普段一番俺が乗ってる長いですね。クルーザーなんだけど木自体を1枚のその木から削り出してテールはここで貼り付けてやってものすごい結構重たい板なんでテールとかもこれはすごいですね。日本刀のつば、はい、それをテールブレーキにしてスピードっていうものに特化させようとすると板も重くできるし、中野通りでスケボーこれを乗って滑ってたらちょうど俺の友達の車が「おーい森田」って言って来た、そしたら「行け行け行け」って言って俺がその車のヘリを掴んで「上げろ上げろ」って言ってそのまま80キロまで飛ばしてもらって80キロ飛ばしてもこの板だったら全くぶれない。重いし長いし普通のスケボーだったら震えちゃうところが、これじゃ全くぶれない、あんまり良い子のみんなには教えられないそれでその時テールが短いんでテールブレーキする時にこう板をこう地面にガッてつけるじゃん、テールがもうあの時確か4センチぐらい短くなっちゃっててもうつかないんだよね。その時にテールガードっつって木をガードをくっつけて厚みをわざとくっつけてテールを擦らせられるように改造したのね。そしたらもう十分クルーザーっていうかただ街中を乗るだけのスケートボードとしてはちゃんと機能したんだ。火打ち石っていうかライターのね火花が散るやつを埋め込んでこれをテールブレーキすると火花が散るっていうシステムだ。ペニーもこのテールガードをつけることで、そのコントロールすっごいしやすくなるのね。オーリーをなくすことによって板はもっと無限になんて言うんだろうシェイプは発揮できるしクルージングだけでスピードを速いスピードでスケートボードするっていうことに重点を置くとしたらスケートボードが必ずしも軽い必要はない。オーリーさえなくなればスケートボードはもっと無限に広がるっていうのが自分のアイデアで始めたのがうちのクルーザー。スラロームとかでレースに出るときに自分が乗ってる板なんだけど、スラロームとかはストリートのスタンスと違ってテールに足を置かないからこことここに足を置いてグリップはちょっとこっちは粗いやつ貼って板はここで踏みつけることによってフレックスしてくれてその反動を推進力に変えてスラロームでスピードを生み出していくっていうそういうシステム。僕の目標は70歳でも現役であるスケートボードに乗れるっていうのが自分の人生の目標なのね。70歳80歳もう死ぬまでスケートボードに乗れる体を作っていたい。どう考えても70歳で俺オーリーでカラーコーン飛べるとは思えないんだよね。で別にそれやったからクールかとも俺は思えない。70歳には70歳のかっこよさがあるし80歳には80歳のスケートボードのかっこよさがあると思ってるから。グラインドしてる感覚は普通のトラックと変わらない。一緒。ただここがロールしてくれるんで、その削れないんだよね。この駐車違反がすごいですねこれ1万5,000円のステッカーだからさ駐車違反いただくと絶対スケートボードに貼って、ロックンロールして削って、1万5,000円分楽しむっていうオーリーはできなくちゃいけないっていう人がもしいるんだったら俺は全く正反対のことを言ってあげたい。
オーリーなんかしなくていいって。それよりも乗ってくれりゃいい。もしくは乗らなくても持ってるだけでもいいと、究極言うとね。でスケートボードのフォルムを見て、ああかっこいいなとか、おもちゃとしてこう見るだけでもいいよって。それを好きだと思ってくれれば、やりたくても体が動かなくてスケボーができない人だっているわけだし、だけどそういう人が車椅子で、ああ自分が体が動けたらこれ乗れるのになって思いながらもスケボーを愛す気持ちがあって、それを家の部屋にポッて飾ってくれるってなったら、俺はもう十分それでスケーターだと思うのさ。19歳18歳ぐらいの時すごい悩んだんだけど、なんで俺みんなみたいにできないんだろうとか思って、スケボーが嫌になったり嫌いになったりした時期も正直あるんだ。だけどもう一回自分を考えた時に、俺はなんでこれがこんなに憎んで、こんなに今スケボーがつまらないと思っちゃうんだろうって、純粋におじさんとかに怒られながらさ、こう俺はそんなんで走ってると危ねえぞって言われながら、大丈夫だよって言いながらパーッと走ってっちゃう、そういう感覚がスケボーで一番僕は楽しかったから、そういうところをもう一回思い出すと、わざわざそのトリックで自分が苦しんでる自分っていうのが、なんかある日突然やっぱバカらしくなったんだよね。そんなことする必要ないじゃんっていうか、いや楽しくないんだったらやめりゃいいじゃん、オーリーだってできないんだってやめりゃいいじゃんって。で諦めが肝心だよっていうか、で本当にやりたきゃまたやるよって。だけど自分の中でいざ絶対必要かってなった時、必要に応じて技術っていうのは必要になってくるから、だからそれをスケボーを始めます、はいオーリーから、それは違うって僕は思う。それよりもスケボーを始めます、まず乗ってみようって、で走り回ってみよう。だから広いところでブワーッと走って、ああ楽しい、今日楽しかったね、それでいいじゃん。俺はまずスケボーに乗ることや、そのスケボーのこのフォルムを見てかっこいいとか、あこれ上手に乗りこなせたらいいな、そういう想像の方がすごく大切だと思うね。これ1978年に発売されたトラックなんだけど、はい、その78年っていうとまだオーリーがストリートでっていうよりはどっちかというとスラロームとかそのレースとか、はい、そっちが主流だった時代に、今あるこのキャストトラック、こういうタイプの普通の、はい、こういうキャストトラックと戦ってたシステムだよね。こっちが来るかこっちが来るかみたいなね、はいはい、トリック重視になったんで時代はこっちを選んだんだけど、はい、まあじゃあこれがすごく悪いものかっていうとそうではなくて、逆に言うと今の僕のスタイルとかクルーズイングのスタイルによっては、この手のトラックはすごく有効で、だからそれを証拠にドイツのセスミックって会社はこのシステムを今現代にアレンジして、削り出しのアルミでスプリングシステム使って、これは本当スラロームとかでは、スラロームの世界とかではこれ使ってる人たくさんいる。右へ習いで全部同じ真似してじゃなくていいよ。本当勇気を出して自分が好きなものを見つけてってほしいというか。Here we go, fast and loose. One ball, corner pocket. 俺はこのスケボーが楽しいって思えるスケボーを見つけてほしいなって。もっとスケボーって大きいものだから、もっと探せばいろいろあるから、スラローム、ダウンヒル、さっきも言ったけど、まあランページもボールもプールも全部ひっくるめてスケートボードだから、その中で自分が合うものを。今日は午後の2時から8時までショップにいて、撮影は2時間しかしてないんですよ。なのでそれ以外の時間はずっと森田さんと話してたんですけど、視野がめちゃくちゃ広がりましたね。僕の動画見てる人は初心者でオーリー練習してる人が多いと思うんですけど、例えばそのオーリーができなくて自分はスケボーの才能がないとか、じゃあもうスケボー楽しめないとかっていうんじゃなくて、オーリーしなくてもスケボーを楽しむ方法ってもう本当にいろいろあるんだなっていう感じですよね。まあその答えの一つとして森田さんはクルーザーの専門店っていうのをやってるんですけど、森田さんは本業で
ライブっていうアパレルブランドと、あと映像プロダクションのファーイーストスケートネットワークっていう FESN っていうのをやってて、それに加えて今回僕が行ったクルーザー専門店を運営されているんですよ。で、森田さんは結構スケボー業界に本当多大な影響を与えてきてる人で、そういう人とじっくり話ができたっていうのは、今回動画を撮りに行くっていう目的で行ったっていうのもあるんですけど、それ抜きにしてもすごい貴重な時間でした。で、森田さんは今もう本当に自分でデッキ作ってるんですよね。本当ハンドメイドで作ってて、でそれはやっぱり何年も何年も試行錯誤を重ねて、それがあった上で今に至ってるので、なんかそういう話も聞いて、で森田さんのブランドのデッキもあって、それはもう森田さん独自のレシピでやってるって話も聞いて、僕ちょうどデッキを買い替えようかなって思ってたタイミングだったので、デッキ買っちゃいました。これを買っちゃったので、次乗るデッキはこれになります。すぐに買えるかわかんないんですけど。で、今回僕が行ったクルーザー専門店は中野駅からほんとすぐ近くです。南口出てもう徒歩5分ぐらいで行けちゃう距離なので、行ける人はぜひ行ってみてください。買い物目的じゃなくてもスケボーショップとしてはすごく面白いし、森田さんと話すだけでもすごく面白いので、ぜひ気軽に行ってみてください。あと、もし岡山に住んでる人がいたら、12月2日から17日まで展示会、アートショーを森田さんがやるみたいなので、行ける人はそれもぜひチェックしてみてください。ということで、いつもご視聴ありがとうございます。コメント気軽にしてください。まだの方はぜひぜひチャンネル登録もお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。